こんにちは、もしくはこんばんは。三角ペンタです。ペンシルバニア鉄道、D1 型蒸気機関車の、改造プラレールの本編は、多くのご視聴とコメントをいただき、ありがとうございます。また、Thank you for the many many comment in English. I'm not good at English. So, I read everything using a translation tool. I'm very happy. さて、D1 型は、E4 系新幹線のプラレールのシャーシに、このような改造をして製作しました。今回はいつものように、その製作編をお送りします。いつもと同じスライドショー形式の製作解説動画に、今回は、分解ショーも加えてみました。どうぞご覧ください。さあ、D1 型を作っていきましょう。まずは2つの動力ユニットの搭載と、シャーシの製作です。使う素材はこちら。最初に動力ユニットをばらして並べて、動力の連結方法を探ります。2スピード動力ユニットには、このようにモーターが傾いて搭載されています。この傾きを利用して、回転軸を1つ追加することで接続できそうです。この軸の追加には、動輪の回転方向を揃える意味もあります。どういうことかというと、モーターの軸がこのように回るとき、後ろ側のクラウンギアはこのように回ります。前側の動力ユニットは、追加した軸がこのように回るので、やっぱりクラウンギアはこのように回ります。2つのクラウンギアに対して、動力軸の入ってくる方向が逆なので、前側にだけ軸を1つ追加し、回転の入力方向も逆になることで、動力軸の方向の違いが相殺され、クラウンギアの回転方向が揃うわけです。実際に回転軸を追加して、後ろ側の動力ユニットはこのようになりました。この2つの歯車は同じものを使っているので、2つの軸の回転方向は逆になりますが、回転数は同じで、動輪の回転速度も同じになるはずです。後ろ側の動力ユニットの改造はこれだけです。他には、下面の連結部と干渉する部分をカットしたり、ボディにぶつかる部分を削ったりしましたが、走行に影響する部分の改造は簡単でした。前側の動力ユニットは、モーターがあったところをバッサリカット。また、空転を再現するため、この3段のスロープで、内部の歯車をスライドさせてギアを切り替えている、動力ユニットのスイッチを、このように加工してローを無効化。合わせて歯車からも、不要となったロー側を切除しました。動力ユニットを搭載するシャーシは、このように加工。これにより、もともとこのように乗っている動力ユニットを、逆向きに搭載します。さらに、プラ板で前側の動力ユニットを搭載する部分を作り、タンデムユニット化。ご覧のように、前側の動力ユニットとの、歯車の接続もうまくいきました。あとはボディに干渉する部分を削り、前後のスイッチをステンレス棒で作ったロッドで接続して、動力ユニットとシャーシの改造がおおむね完了しました。ここからはボディを製作します。まずは機関車から、素材の D51 のボディから、キャブの部分を切り出します。これを切り張りして、D1 型のキャブの特徴を作り込みました。また、プラ板から前端部のカバーとサイドスカートを箱積みし、形を整えてキャブに接続。細かいパーツもそれっぽく作って、このようになりました。残るボイラー部分は、まず D51 のボイラーを切り張りし、やすって、動力ユニットを隠すことができる筒を製作。そしていよいよ、シャークヘッドの先端部を作っていきます。プラ板で T1 型の仮面を作り、ボイラーの筒に位置を合わせて接着。空いている部分や細かい隙間をプラ板で塞ぎ、削って形を整え、前照灯をつけると、かなりそれらしくなりました。最後に、キャブの屋根の高さに合わせて、ボイラーの上部を作ります。プラ板の箱組みとパテで大まかな形を作り、その上に T 字型の出っ張りを作成。この後、毛がいてあるようにダブルの煙突も取り付ければ、
機関車のボディの工作は概ね完了なので、淡水車の改造に移ります。淡水車はトーマスシリーズのマードックのものから作ります。マードックの淡水車は動力車で、元から蓋があるので、電池を搭載するのに適しているのと、大きさがあるので、大型な T1 型の淡水車の素材に向いています。マードックの淡水車を分解するとこのようになっており、改造もこの構造を活かして行います。まずはシャーシの一番下から、後ろ側の車輪も空転車輪に変えるため、車軸の太さに合わせてプラ棒を追加。シャーシの上面には、車軸を押さえるパーツを付けました。また、重りを乗せていた部分や、後ろ側の干渉機をカット。T1 型では後ろ側にデッキがあるので、前側にあったデッキを切り取り、後で後ろ側に取り付けました。車体は上面の不要な部分を切ってドンガラに。内側にはボディのネジ止めの穴を追加しました。マードックの淡水車の側面は、上に向かって幅が微妙に狭くなっていて気に入らないので、0.5 ミリプラ板を貼った後に擦って、まっすぐに直しました。おおむねの形が出来上がった T1 型の淡水車です。電池蓋になる石炭部分はマードックのものを活かし、その後ろの平らな部分は、改造した車体に合わせて作りました。機関車にロッドやシリンダーを追加して組み立てて、淡水車と連結した姿がこんな感じ。細かいパーツは付いていないですが、もうかっこいい。この後はサフを吹いて傷消しを行った後、細かいパーツの取り付けや、淡水車のつま面を作り込み、塗装を行って、T1 型の改造プラレールが完成しました。それでは、完成した T1 型を分解して、構造をお見せしたいと思います。淡水車の電池蓋ははまっているだけ。ネジ止めできるように作りましたが、不要でした。電池ボックスは、取り回しがしやすいよう、ケーブルを長めにしています。淡水車内部のネジを緩めて、淡水車のボディを外すと、連結器を通す隙間が現れて、連結を解除できるようになります。すでに説明したように、淡水車の構造は製品のものそのままです。こんな感じで、淡水車がバラバラになりました。続いて、機関車を分解していきます。まずは先端部のネジを緩めてボディを外します。このネジもストッパー付きです。後ろ側は爪で引っかかっていて、その中身はかなりギリギリでギチギチ。前照灯は、アルミホイルをモーターの端子に接触させる方法で、通電させています。ボイラー部分の固定には、プラレールの伝統的な方式を採用しました。ちなみに、スイッチの連動はこんな感じです。緩和球台、分解作業に戻りましょう。次は後ろの動力ユニットを外します。後ろのユニットは、固定のため内側で連結器の軸に引っかかっているほか、ロッドや動力接続の歯車で前側と繋がり、後ろの淡水車からのケーブルもあるので、取り外すのが一番大変な部分です。ロッドは、スイッチのパーツに元からある、ハトメの穴に引っ掛けているだけ。追加した軸は、
プラパイプの軸受けに刺さっているだけです。動力ユニットが外れれば、車輪も外せます。前ユニットを外すのはすんなり。前側の動輪も外して、機関車もバラバラになりました。せっかくなので、前側の動力ユニットも分解してみます。ユニットが勝手に割れてしまいました。不要になったロー側を切り取った歯車はこれ。ローの歯車はここにありました。改造したスイッチです。先ほどの歯車の軸がここに通っていて、こう動くことでスライドさせています。以上、T1 型の分解書をお送りしました。ここまでご覧いただきありがとうございました。T1 型の製作のきっかけは、実は H10 型だったりします。H10 型は2つのモーターを使いましたが、その速度差により脱線気味という欠点がありました。ならば1つのモーターで2つの動力ユニットを動かせばいいのでは？まずはなるべく簡単に関節のないものから。それってデュープレックス式だな。つまり T1 型だな。となったわけです。今後は関節を持ったものも作って、最終的にはガーラット式に落とし込めればと思っています。それではまた次の動画で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。